この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は、現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。すごくね、幻想的なイラストですよね。町の牛さんの作品で、タイトルはクラムボン。海で自由に暮らす水生生物の女の子です。光るものが好きな彼女は、沈没船のそばで見つけた銀の王冠が気に入った、そんな様子を描きました。厚塗りが好きなのですが、色が濁ってしまったり、物体と物体の間がはっきりせず、ぼんやりした印象になってしまいがちです。どうすれば厚塗りでもメリハリのある絵にできるでしょうか。ご教授のほどよろしくお願いします。とのことです。いやー、キャラクターのクラムボンちゃんとても可愛いですし、構図もね、面白いと思います。クラムボンっていうのは、宮崎賢治の短編小説に出てくる謎の水生生物から来ていると思うんですが、このね、クラムボンちゃんのぷかぷか笑っている感じがね、とても愛らしくて素敵だと思います。でですね、今回はどこを添削していくかなんですが、町の内さんもおっしゃっているぼんやりとした印象についてです。確かにね、そう言われて絵を見てみると、ちょっとこう視点が定まらずにぼんやりとした印象も受けることがあるかもしれませんが、この辺りをどのようにぼんやりさせずに印象をはっきりとしていって目にパッと止まるようなイラストにできるのか、今回はその点に着目しながら添削していきたいと思います。でね、今回はもう先に結論言っちゃいます。厚塗りでイラストの印象をぼんやりさせないためには陰影表現が重要なんです。このイラストがなんでぼんやりしている印象になってしまっているかっていうと、特にね、キャラクターに陰影があまりついていないことが原因ですね。そこをね、はっきりさせていくだけでもかなり印象が違ってくるはずだと思いますので、楽しみにしていてください。それでは早速やっていきましょう。まずですね、キャラクターに行く前に、ちょっと下準備として背景の色味を少し調整していきたいと思います。このイラストですね、印象がぼやけている一つの原因として、陰影はもちろんそうなんですが、このですね、背景の強さ、これがあると思うんですよね。ほら、アップしてみると、わかると思うんですが、背景ね、ディティールがものすごく細かいんですよね。そして、コントラストもすごくはっきりついてます。この辺がですね、キャラクターよりもコントラストがはっきりついているので、背景の方が目立ってしまって、キャラクターがちょっとこう、ぼんやりとして見えてしまっているという原因があると思います。この辺をですね、整理してあげるだけでも、キャラクターの方に目がいって、ぼんやりとした印象は緩和されると思います。やってみます。はい、こんな感じ。あとはですね、この月のシルエットなんですが、これもですね、マストを強調するように配置されているんですけど、このイラストですね、特にマストに強いメッセージ性は含まれていませんから、ちょっとずらしてあげたり、ここはぼやかしてあげた方が見てほしい部分に目が行くと思います。はい。こんな感じですね。マストよりもキャラクターのシルエットを強調するように月を配置させてあげた方が効果的だと思います。で、あとはですね、こうするのもいいと思います。はい。手前の船のディティールを少しだけ潰して、あまり細かさが目に入らないようにしました。見てほしい部分以外に、ディティールが細かい部分が偏ってしまうと散漫な印象になってしまうことがあるので、そうなってしまったらですね、今みたいに上から軽く押さえてあげて、ディティールが目立ちすぎないように潰してあげることも効果的だと思います。それとですね、こういうのを付け加えてあげてもいいかもしれません。はい、このですね、背景の船なんですけど、直線的な形がすごく強調されているので、その印象を和らげるために、こんな風にね、光が差し込んでくる感じを活かしてあげて、あまり形がズドーンと
こんな風に直線的に強調されすぎないように途中で遮ってあげると印象を和らげることができると思います。はい、一旦背景はこんなところにして、次はメインのキャラクターの陰影を調整していきたいと思います。はい、まず最初にですね、ちょっと位置を調整していきたいと思うんですが、というのはこの構図ってキャラ自体を見せる場合にはすごくちょうどいい位置なんですが、このイラストのシチュエーションって王冠を拾ったところを描いてるじゃないですか。そういう行為を描いている場合には、そこが一番見やすいところに来ないとなんだかしっくりこない感じになっちゃうんですよね。そういう理由でちょっとだけ構図がずれているようにも感じます。なのでこうしちゃいます。はい、こんな感じです。王冠を拾ったシチュエーションに注目してもらうために、もうちょっと画面の中央にその場面をずらしてみました。でね、目線もちゃんと王冠を見ていることが重要なので、目線も直していきましょう。はい、こんな感じですね。あとはですね、王冠がこのままだとちょっと背景に埋もれてしまう感じがあるので、王冠をキラキラと輝かせて、もうちょっとこの絵の中で目立つ存在にしてあげてもいいと思いました。やってみます。はい、ちょっとね、大げさかもしれませんが、このぐらい光らせても特別な王冠のような感じがして綺麗ですね。で、王冠を光らせたので、その光を見つめている目にも影響が出ると思いますので、目にも光を書き込んでいきましょう。はい、こんな感じです。さあ、どうでしょうか。まだね、陰影を強調する前なんですが、最初と今、絵のね、主題がはっきりしたことで、今の時点でも前よりも絵が見やすくなって、ぼんやり感が減ったような感じがしませんでしょうか。ね、なんとなくこの辺に目がいって、ぼんやりとした感じが減りましたよね。はい。でもですね、ここからが本番です。厚塗りで絵のぼんやり感を減らして、くっきりとした印象に見せるためには、陰影。つまり、影と光を強調してあげることが重要なんです。この作品ですね、背景はすごく陰影がくっきりしているんですが、それとは対照的に、人物には陰影があまりついていないんですよね。それゆえに、どこを見ていいのかちょっとわかんなくなってしまって、ぼんやりとした印象になってしまっているように見えます。まずは影を描き加えることで立体感をプラスしつつ視線のコントロールをすることができますのでやってみますね。はい。こんな感じです。影を描くとですね、ぐっと形が引き締まりますし、光が当たっている部分には視線が誘導される感じがすると思います。次にさらに印象を強めるテクニックとして、稜線を強調するというのがあります。稜線、つまり光と影の境目の部分。この部分ですね。こういうところに一段階濃い色を置いてあげると立体感がさらにプラスされて印象を強めることができます。実際に見てもらった方が早いと思うのでやってみますね。
はい、どうでしょうか。両線を強調する前と後、前と後。はい、もうこれだけでキャラクターがぐぐっと前に出てきた感じがするでしょう。これだけでもぼんやり感が減ると思います。このテクニックはね、いろいろな場面で応用が効きますので、ぜひ覚えておいてください。さらにぼんやり感を減らすためには、輪郭を強調するのも有効です。後ろから当たっている光、リムライト、これを書き加えることで輪郭を強調するので取り入れてみましょう。はい、こんな感じ。後ろからだけじゃなくて前からも光を当てて、さらに立体感を強めていきますね。やってみます。はい、主に服の部分にですが光を当てて陰影を強めてみました。どんな凹凸がついているのか、どんな立体なのか分かりやすくなって形がねくっきりしますよね。あとはもしかしたら厚塗りをしている人にとってこれはちょっと反則技みたいになってしまうかもしれませんが、線をねところどころ描いてあげることも有効です。やってみましょう。はい、こんな感じですね。アップにするとこんな感じ。本当はですね、物体を立体として捉えた時に線という概念はないはずなんですが、あえてね線を濃く描く部分を作ってあげると絵を引き締める効果を発揮してくれると思います。線とは捉えずに影の濃い部分っていう風に考えれば、厚塗りをしている人にとっても納得感のある手数として取り入れていただけるのではないかと思います。あとはですね、ちょっと色が濁っちゃったなって感じる部分は、後からハードライトレイヤーとかオーバーレイレイヤーなんかを使って鮮やかさを取り戻してあげてもいいかもしれません。こうです。はい、厚塗りでガシガシ塗り重ねていくと、ついつい彩度が低くなってしまい、色が濁ってしまうこともあると思うんですが、レイヤーモードをうまく使って後から鮮やかさを追加してあげても全然 OK です。ドレスのここの模様ももうちょっと鮮やかでもいいかもしれませんね。はい、こんな感じ。キャラクターはだいたいこんな感じで OK です。最後に仕上げに進んでいきましょう。でね、仕上げはですね、結構重要です。この仕上げをするかしないかでかなり見栄えが変わってくることが多いので、最後まで手を抜かないようにする。これはね、とても重要です。例えば、こんな風に。はい、顔の周りの背景を一段階明るくしてみました。こうすることによってキャラクターをさらに際立たせてぼんやり感をぐぐっと減らすことができると思います。あとはそうですね、背景に落ちている影についてももうちょっと強調してあげてもいいかもしれません。やってみます。はい、こんな感じ。キラキラ輝く王冠を中心にして地面に影を形作ってあげると、さらに王冠の方に視線が向かうので目が迷う感じを減らすことができますね。これも大事な陰影テクニックの一つです。
あとは光が当たっているもの、当たっていないもので、光の反射の仕方が違ってくると思いますので、こういう部分に注意して若干差をつけてあげるとアクセントになっていいと思います。こうですね。はい。そしたら最後、少しだけ密度を加えるために泡を追加していきます。はい、こんな感じ。今回の添削は以上となります。並べて比較していってみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか？形はね、もう全然変えていないのに、形状が結構ね、くっきりして見えるようになったと思います。今回のテーマ、ぼんやり感をなくすためのポイント、それはですね、陰影でした。まず最初はこの状態でしたね。はじめは背景の下準備。背景のコントラストを若干抑えて、キャラクターの陰影を強調するための下準備を整えました。そして次にキャラクターの陰影を強めて、立体感と存在感、そしてどこを強調したいのかを整理しました。特にポイントだったのが、この光と影の間のこの調子、この両線の部分ですね。ここにもう一段階強い色を置いてあげると、さらに立体感をプラスできて、画面を引き締める効果を持たせることができます。そして最後に仕上げです。この仕上げだけでも結構ね、画面が引き締まった感じがするでしょ。特にね、キャラクターの周りを一段階明るくすることで、さらにキャラクターを画面から浮き立たせて、際立たせる演出をすることができますので、覚えておいてください。はい、ということで今回は、厚塗りの際に気をつけるポイントについてお伝えしてきましたが、もうちょっと違うテイストの厚塗りの例も見てみたいという方もいると思います。そんな時にはこちらの動画、気まぐれ添削56がおすすめです。この絵もね、あるポイントを押さえることでくっきりと見栄えのするイラストに仕上げることができました。あるポイント、一体ね、何なんでしょうね。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それでは最後にあのコーナー、気まぐれじゃんけんのコーナーです。いきますよ。準備はいいですか？気まぐれじゃんけん、じゃんけんポン。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。